こんにちは、山田涼子です。今回はボードとハサミで作るダルアイテムの作り方をまとめてみました。ツイステの了承なんかもこの方法で全部作ってるので、よかったら最後まで見てください。コブラのメダルというか、こういうやつを作っていきます。羽はだいたいこんな感じ。この上にコブラのメダルをつけたいんですけど、直径6センチあるかないかぐらいなので、サークルカッターを使って直径6センチの円をくるくるで切れました。こんなもんかなというのを確認して、もう1枚。ただし、ちょっと下側に大きめにここは調整するので、大まかに。この金具がかかる位置ぐらいまで、とりあえず切る。ここまで出るぞと。そうすると、接着面がこっち側だから、こっちは斜めに落としといてもいいかも。こういう、普通はカッターとかで落とすのかもですけど、ちょっと斜めにすべく、チョキッと切ると、上から断面が見えづらくなります。こうね、いう感じですね。ここがちょっと干渉する。こっちをベースにして上に乗っけるものを作っていきます。大体のデザインを決めてしまいます。適当に位置決めて、作りたいのがコブラのマークなので、頭をここら辺に持ってこようかな。一旦丸縁をさっき6センチで作ったので、両側の厚みを引いて、半径 2.5 で、まず軽く一周で印付け、切りたいところは何度かくるくると。ここは最初から斜めに刃を入れて切ります。斜めに切れました。こういうことですね。この辺が邪魔になるような予感がするので、ここら辺にね、蛇がこういう、この形にコブラ的なものが欲しい。この S 字のとこを、やっぱり横いらない。これもちょっと斜めに。で、ここは切っちゃう。この辺は影になってあんま見えないので、この神経質にならないで、これはめるときに輪っかのここが邪魔になる。乾かします。乾かしてる間に切り抜いたとこでコブラの形を考えます。こういう感じでなんかお腹があるから、3段3段。ちょっと立体感をつけていきたいので、真ん中が盛り上がってる感じにしたい。カッターで、ここに段差のあたりに軽く切れ込みを入れます。この辺も、ここも切っちゃうかな。すると、パカッと厚み的に3分の1ぐらい切ると割れる。で、割れたら、立ちばさみで、このエッジ的なところを斜めにゴリッと切っていきます。これだけだとわかんないと思うんですけど、ちょっと立体感が出てくるんです。この切っていくと。ちぎらない程度に深く切っていきます。これ今厚み5ミリぐらいのボードを使ってます。こう切りながらこうやって見て、もうちょいこの辺削りたいなってくるんで、こう大胆にカットして、このカクって感じを減らすべく、またちょっとずつ切っていくと、これを繰り返していきます。で、大きいとこから形を作っていきます。なので、まずはこの3分割。この刃入れるとこは意外と深めでも深く切れば切るほど大きく立体感つくんで、一番低いとこをこれで出すね、溝で。ギリギリまで攻めると大きいです。この出っ張ってるとこをバチバチ切ってく。この山をハサミで削っていくって感じ。なんでハサミが切れないと全然うまくいかないんで、できるだけ刃が長くて切れるハサミがやりやすいんじゃないかなと。足りなかったら足していきますが、切りすぎると切れていきます。ある程度のとこまではこのカットで見れるような状態にしておくべき。無心になっていくとだんだん形になってくるのが、なんだってこれハサミ1本でやれるから、そう最初にやったのが去年の初コロナ自粛の時だったかな。板書を作りたくて、そんな難しい造形はしたくなくて楽しく工作したかったから、ハサミで永遠にやって、結局4つオクタスカラビアハーツ
ゴムでなんとなく縦のやつができました。ヤスリ掛けほどじゃないけど結構静電気がつくんで気をつけたい。1ボンドが乾いているはずなので、避ける一応のやつを乗せながら大まかに貼っておきます。あ、これちょっと切ってあげればいいんだ。こういうことね。で、ちょうど良さそうです。で、ギュッギュッと圧をかけてつけちゃいますね。ギュッてするまでは貼り直しが結構できるから、ベースできた。こうやって入る感じ。一旦この横のとこも少し盛り上げてしまいましょう。この四角くえぐったぞってところをちょっとずつ角を落とすと曲面っぽくなっていくのがめちゃくちゃハサミの目が残るんで、この辺は好みなんですけど、工業製品みたいな形を求めると厳しいかなと思うんですけど、アナログ感があってもいいんじゃないかなって思えるなら、ハサミ造形ありじゃないかと思うんですよね。ダメですかね。好みですよね。あとはもうマジでひたすら心を無にしてカットする。ちぎれたけど貼るんで問題ないです。ただ後で自分がめんどくさいんで、切るだけ分解だけはしないようにハサミを入れていきます。もう切るっていうかつまむみたいな他と同じように角を細かく段差を少なめに、一旦こんな感じ。だんだんやってるとよくわかんなくなってきちゃうから、ゴミがいっぱいになったなタイミングで目を休憩させます。そしてゴミを捨てます。はめてみると、こんな感じ。ここだけもう少し盛り上がり欲しいですよね。と思いつつ、そろそろ首的なやつを作るべきかなという気がしてきたので、切れっ端を使ってるせいで左右が対称ではないので揃えます。この辺にこうくっつくぞと。妙にリアルにする必要もないと思うんで、このぐらいかな。またザクッと切り出していきます。頭。で、ここで重要なのが曲面にするというところですね。ボーンって言います。温めて冷やすと手離してもこんな感じで形残るんで、これでいきます。なんとなく圧ができてきたぞ。こっちがざっくりとでも形になってるから、ここもちょっとだけ同じように段差の調整をしておきましょう。ね、貼る前にやったらよかった。でもさっきよりはいい。上は隠れちゃうからね。ここら辺寂しいなと思うんですが、後で持ってく方向です。気になるとこをさらに削ったらなんかできてきたぞとか、このハサミでやる場合はすごい完成度を求めると気が狂ってしまうので、楽しくね、こういうカーブとかちょきちょきつけるとちょっと情報量増えるんで、見た時にちょっといい感じかも、錯覚かもしれないけど印象じゃないですか。正解はないから、自分の中でそれっぽくできて可愛いなって思えたらそれで正解かなと。で、今この自分で小道具見てる時って近くで見るから仕事荒いみたいに思っちゃうんですけど、実際見るのってこの距離以上に遠いので、一個一個の完成度を高めていくっていうよりは全体可愛かったらいいんじゃないかなと思ってるんですけどね。最初よりさ、ほらなんか可愛くないってなってくると、今度はこの頭がめちゃくちゃ平たく感じられちゃうんですよね。そういうもの。このハサミの面とかも細かくいっぱい入ってると鉛筆のラフがうまく見える説あるじゃないですか。あれもなんかたくさんある線の中から目が一番いいものを勝手に拾って受け取るからラフがあって清書よりうまく見えたりするんですって。それと似た効果があるような気がしていて、このたくさん面があることによりいい形なのを錯覚させられるのではないかとか思ってるんですよね、勝手に。ハウトゥーじゃないけど頑張ったみたいな動画は作りたくて、だって頑張ったの集大成がコスプレじゃないですか。作ってる作業とか私は好きなので、楽しかった部分もうちょっと共有できたらっていうのは前から思ってて、この脇だけもうちょっと削りますか。ここやっぱな、もうちょい高さ欲しいな。今ひらめいたかも。真ん中ちょっとだけ立体感が欲しいので、下に引いちゃおう。段差が出ないように少しでも角を落とします。
で貼ると、ほんのり出ますね。いいんじゃないこれで。これでいこう。で、ちょっとゴミがすごいから一回掃除します。ブルーでつけようかなって思ったんだけど、厚みが出るのがちょっと嫌かな。やっぱり G ボンドでつけちゃいます。乾いたっぽいのでつけます。この両側がしっかり下に行ってほしいから、この真ん中はね、持ち上げたかったから、ね、2層でやってるにしてはいいんじゃないでしょうか。こうやってつけた時に見えちゃう。ここにもなんかちょっと欲しいから、しましま入れます。グルーで。なんかグルーって温めすぎたら扱いづらくなりますよね。温まってないとそもそもつかないから論外なんですけど、熱くなりすぎても扱いむずいっていうか、ちょっと今ここだけ光っちゃってるから変な感じだけど、しましまがついたので頭もつけます。最初は仮付けぐらいの感じで、こう前に持ってきたいんで、ここが足りてないから埋めちゃいます。多分段差が結構気になると思うんで、逆に、縞模様で顔してブルーを乗せておきます。初めからそのつもりですよね。そういう顔をするのが大事。裏側。心配性なんで、こういう裏はめっちゃ補強してしまいますね。グルー使いすぎると重たくなっちゃうんで、小物の場合はこういう詰め込んで補強するみたいのはあんまりおすすめできないけど、元の素材が軽めなんで、そこまで重たくならない。工業製品的にぴっちり作らない方向性にしておくと、こういう時に曖昧なタッチが結構許される。ちょっと後で曲げたいから、グルーが固まる前にカーブは作るようにします。ついでに立体感に乏しかった顔に適当に目とかなんかをつけて固まってきた。こんな感じになりました。見た時の厚みとかがもし欲しかったら顔のね、こう足してもいいかも。ちょっとだけでも厚みあると可愛い気が。で、せっかく今グルーで板が温まってるので、顔といじったりして形付けます。こうやっぱり石とびっくりマークみたいなやつついてる気がするから、ちょっと一応持っときますね。こんな感じ。これ、束にくっつけるやつなんで、なんとなくね、ちょっとだけ曲げるの結構、ちょっとだけ曲線とか、ちょっとだけ曲面みたいのが見た時の印象に影響すると私は思っていて、なので、この腕章とか、体に何か沿わせるものは、このケープの缶とかにくっつけて冷やして形作るとちょうどいいカーブがつくかなと。ね。こういう風にしとくと、頭とかね、つけた時もちょっとこう、フィット感が出るって思ってるんですけど、どうでしょう。ふわっと形ができました。あ、そう、角を一応落とそうかなって思ったんだ。これ、火の取り扱いに気をつけつつ、着火まで、端っこを炙ります。やりすぎると、このように端が溶けちゃったりするし、こういうケバケバっていうのを切りましたみたいな跡が、炙ることで溶けて滑らかになる部分もある。これマジやけど気をつけてください、やる人は。であと熱が上に行くんで、思ったより上のとこが急にめっちゃ溶けたりするんで、何事においても気をつけてください。わかるかな？こっち側が今炙ったやつで、こっち側の子よりちょっと滑らかになってるの分かります？なんか焦げてるのは私がやりすぎてるせいですね。これで反対側も炙って角を落とします。炙らなくてもいいかなぐらいまで仕上げて、最後に軽く炙るのが一番綺麗だけど、はい、こんな感じ。こうなる。で、塗装していきます。これが好きなやつ。使い込まれてる感がすごい。こういうズバリ下地なんですけど、多分水で希釈した方がいいんですけど、めんどくさいんで、私は直塗りしてます。マジこの蓋についたやつ、筆でダイレクトに、とにかく無になって塗っていきます。裏側もね、気泡とか入んないように塗るとね、いいんじゃないですかね。一応目をね、筆というか塗りの目も時折意識しながら、気泡入ってるとこあったら潰して流しながら、均一に、塗らんでいいとこ塗ってしまった。接着したいとこは塗装膜入んない方がいいんで、塗らない方がいいと思います。塗っちゃった。裏側もこれ、安品とかつけるかなって感じなんで、やっぱ裏も塗装はしないでおきたい。ただ、ちらっと見えたら嫌なので、縁だけね、塗り白というか、そういう感じで塗っとく。で、裏はこんなもんで、塗っちゃったなぁ。いいか。角度を変えて、光に当てながら塗り残しを確認して、乾くまで見ておきます。
そう、なんで下地塗るかっていうと、グルーとか糊がちょっと乗ったとことか、ボード全部色乗せた時に発色が結構変わるんですよ。ツルツルしてるグルーとかは結構金乗せたらピカってなるんですけど、そのままボード塗るとマットザラッとした感じのが見えるかな。ちょっとこう気泡がプツプツというか、ムニムニというか、この材質の質感がそのまま出ちゃう。でもこういうやつ、造形ベースとかでもいいと思うんですけど、一緒ですね、ほぼ。こういうを塗っとくと、そこら辺が揃うので、見た時に、同じ素材で売られたアクセサリーですよ、になるから、良いぞという感じです。あがいてみたりして。ここにさ、後で G ボンドでアクセサリーとか金属つける予定だったんで。いや、うかつこういうのもね、ちゃんと考えてやったらこうならないんだけどさ。はい、乾燥待ちです。色を塗りました。黒いベースの上から自動拭きスプレーでピャッと金色をのせました。このポニーフック、これをくっつけます。ちょっと多めに塗ってですね、合体した状態を想定してググッと糊をつけます。羽も下にくっつけたいので、同じように温度をたっぷりめにつけて、つけたい位置に糊を裏側から塗りつけます。全部糊の乾き待ち。乾いたっぽいのでくっつけます。この溝のとこもしっかりくっついてもらいます。一緒に羽にもついてもらいます。ちょっと羽が寂しい気がしなくもないので、後で羽増やすかもしれないです。とりあえず完成。ついでに手袋を作っています。手袋の指先に G ボンドで黒に塗装した爪をG ボンドが結構布染みて、こっちは左手のやつ貼った時に爪がやられました。それは気にせず、本当はもっと長くした方がいいのかなと思ったんですけど、撮影の相手に怪我とかさせかねないなと爪はね思ったので、このぐらいにしておきました。出来上がり。作ったものの中でも一番簡単な造形アイテムになったんですが、ハサミとボードで楽しく作れるので、よかったら挑戦してみてください。次はマンスタのメイク動画になると思います。いろいろコスプレ関係まとめていくので、よかったらチャンネル登録お願いします。ではでは。